今回ですね、GR スープラと、日産スカイラインの 400R、 ここ最近でやっぱり新しい走れる車、楽しそうな車、いじれる車っていうことでここに用意してみました。でスープラの方はですね、ライトチューニングというか、これからどんな風に仕上げていくか各ショップいろいろ手を入れてきてはいるんですけども、どのくらいの性能を持ってでどんな方向性で車を持っていったらいいかっていうのをね、0、1000、それと、最高速をですねちょっとどのくらいまで出るのかなっていうのを、見てみたいと思います。今回の仕様はフテグでブーストアップしようと、まずコンピューターをやりまして、吸気側は完全ノーマルです。排気側だけ車検対応の、HKS の新しいスーパーターボマフラーを入れてます。ダイナパックでケース 1.15 で、530馬力ぐらい、トルクが約80キロぐらい出てます。ブーストのその設定っていうのも、ちょっと今までのコンピューターとかとはちょっと考え方が違ってて、ブーストをコントロールする方はどっちかというと副産物でいろんなトルクマップをいじったりとかしていくとブーストがちょっと変わっていくっていうやり方を私は取ってるんですね。多分皆さんとはまたちょっと違うアプローチの仕方とかしたりしてます。あと細かくそのブーストが垂れるところとかちょっと若干変化するところだけはちょっと自分も味付けしていじってますけども、基本的にはそういう、ちょっと今までとはまたちょっと違ったやり方を、やってます。それが正しいかどうかはまだわからないです。なんで始まったばっかりなんで、これからいろいろやっていきたいと思います。と足回りのつけてきたダンパーは D2 ジャパンとスクリーンと、あと佐々木選手、がコラボして作ったマサスペックっていうのをつけてます。で今回最高速っていうことでちょっとレートを上げてきてます。フロント16、リア20ぐらいまで上げてセッティングしてきてます。あとはブレーキの方は一応380ミリローターにフロントスーパー8ポットのキャリパー、あとリアは同じ380ローターに、4ポットで、一応こっち側の EPB って言ってサイドブレーキも対応になってます。
僕ね今までスクリーンさんで名前をよく聞いてたんですが、なかなかご一緒することがなかったんで、初めてスクリーンチューニングというのを味わわせてもらったんですけども、とにかくですねこのスープラの良さ、ノーマルでも十分車の走る良さってのあるんですけども、その余すことなく引き出してるなっていう感じが、すごく感じました。とにかく一足から中間まで力強くバンバンバンと引っ張っていくって押し出すような力強さを出すようなブーストって車のね ECU セッティングで、足回りは非常にマイルドで、とにかくやりすぎてないっていうところのスープラの良さをとにかく残しつつ、力強さとパワーをね、前面に出せてるっていうのはこのスクリーンさんのチューニングなんだなと感じました。でもう一つ言うと、これ音がすごくいいです。この車ね、なんだか分かんないんですけども、音が大きいのと、そのシフトカットっていうんですか、アップダウンする時のパンパンと弾ける音がですね、非常に小気味良いというか、この車だけ激しく感じたんで、そこでちょっと速さみたいなのも感じさせるっていう、なんかやっぱり独特の味付けができてるんだなと思いました。感触的には一応ロガーちょっと積んでたんで、ロガーで見てゼロスタートから 400m ぐらいまでの加速感は結構感触はいいなって、12秒台に入ってるんじゃないかなって感じはしたんで、結構ポテンシャルはあるんじゃないかなって、ブーストアップで12秒台っていうのは。で今 SZR の4気筒の方もやってるんですけど、そっちはやっぱりスゴとかやっぱそういうでかいコースを走らせるといろいろなやっぱり不具合が見えてきたんで、これもやっぱりこれからちょっとそういうところも出てくるんじゃないかなっていう感じで考えてます。オートクラフトです。今回のスープラなんですけど、基本的にはもうほぼノーマルに近い状態でセットアップしてるんですけど、まず変えてるのが足回り、それからマフラーなんですけれども、足回りに関してはノーマルショックが、使える電子デバイスが使えるスプリングとその車高を調整できるタイプの HKS のタイプとなってます。でマフラーに関しては、センターパイプからの交換タイプの、マフラーと、あとはそれに合わせたコンピューターセッティングっていう形になっています。あと外装なんですけどね、GT ウィングというか、GT ウィングチックな感じなんですけれども、そういうウィング、あまり派手にならないタイプでやってます。ブースターズの方は 1.3 ちょいという形になってます。でパワーの方は、約400馬力で、トルクが62で、このエンジンの特性上どうしてもトルクっていうのが下から出てる約2500回転ぐらいから、ピークになって、そこから徐々にフラットに落ちて、なだらかに落ちていくっていう感じですかね。でピークパワーの方に関しては約、5200回転ぐらいですかね、ぐらいでピークを迎えるって形になります。ステージ1という形で、商品化コンピューターのプログラム出してるんですけれども、この後このエンジンのパワーっていうのを徐々に上げていきたいんですけども、まだまだそのノーマルのその限界点っていうのが見えてないんで、これが仮に50馬力100馬力上げていった時にどこまでエンジンが持つのかっていうのを耐久テストも兼ねて、今回いいテストだと思うんですけれども、そこが見えてくると今度ステージ2ステージ3というふうに今後発展していくのかなと。で実際に、今後考えている案があるんで、それを次のこの最高速のテストの時に、行って出していければなと、さらにパワーのある、状態に持っていけたらなと考えてます。違うでしょ。この前の86の時はね、やっぱり狙ってたんでね、顔がちょっとこの辺がね、ちょっと筋肉が上につり上がってたんですけど、今日はね気楽ですよ、テストなんでね。なんかやっぱり背負った重さが違うんでしょうね。スープラオートクラフトイメージまだないから
ートクラフトの、GR スープラなんですけども、僕が言うのもなんなんですけども、このオートクラフトね、彼の作る車、彼自身とこの出来上がった車のちょっとギャップが激しすぎてですね、なんか悔しいんですけども、なんかすごく、正統派な、スープラに仕上がってます。とにかく、乗り味はかなりマイルドに仕上がって、1速2速のホイールスピンを抑えるような仕様になってます。で5速6速入るまで、フラットに引っ張っていって、まんべんなくこのスープラの、基本性能を生かせてる車なんじゃないかなと思います。でこの車だけエリアウィングがついてました。ということで、バンクの中、バンクが出た後も非常に安心して、アクセルをね全開にしていける車だったんで、それがやっぱりその結果に現れてるのかなと思います。やっぱり皆さんね、やっぱりこう最高速狙うとどうしてもこうねついてるもの取りたがるというかね、特にこうリアウィングがでかかったりなんかするとやっぱ外しがちなんですけども、やっぱりこれ270ね7、8超えて280をこう掴みかけるところでやっぱりいろんなことが起きるんですね。でそこはその外的要因もあるかもしれないんですけども、なんか車のこう制御みたいのも入るみたいで、そこをちょっとやっぱりこれから探していかなきゃいけないんですけども、そういった意味でもこの、オートクラフトの、スープラの仕上がりというのは今回はちょっとまず仕上がってきてるんじゃないかなと。足、マフラー、そしてその空力も含めてそうなんですけど、トータルバランスは、いち早くつかめてる車なんじゃないかなって気がしました。良かったところ、それから悪かったところというか改善点ですよね。こういうのも見えてきて、で一つ良かったのは、うちはあえて GT ウィングつけた状態、他の車とのショップの方はGT ウィングがない状態で、うちがある状態っていうので大きく違うところも見えてきましたし、であとそのゼロ線での加速っていうのはやはりブーストを下げることによって、ホイールスリップを抑制した方がやっぱり加速はいいんだなと。もちろんタイヤの差っていうのもあるとは思うんですけど、うちなんかタイヤはノーマル今回使ってますんで PSS ミシュランのね使っててもそれでも出てるんで、セッティングの方向性っていうのはいけてるんではないかなと。で、今回の結果の方を見て、もうちょっと欲が出てきたといいますか、考えてることが実現に近づいたのかなというふうに考えてます。フェニックスパワーの AB42 新型スープラです。うちのこの車の仕様はイングスさんのフロントバンパースポイラー、サイドステップでリアウィングがついてます。あと足回りが、トップライン車のアラゴスタ車高調キットで、フロント12キロ、リア16キロ、システムブレーキキットで、アペックスのマフラーでオリジナル、コンピューターといった仕様です。タイヤホイールは BBS LM で、昔 33GTR の時に赤ボディで、LM のゴールドでいい感じだったんで、それをちょっと思い浮かべながらセットアップしました。コンセプトはまずはかっこよく、車高も下げてかっこよく、優雅に乗りたいなっていうそんな思いを込めて作り上げました。この新型スープラはボッシュ製のコンピューターユニットを使ってまして、中に入ってるマイコンがトリコアってところなんですけど、これがまたなかなか解析が難しくて、一番初めにイギリスのエクテック社から送られてきた、ソフトの内容をパラメータを見ると、もう今までやってきたチューニングカーのパラメータの数のもう10倍以上あるような数がありまして、正直もう頭から湯気が出るような、もうこれはもうやれんなっていう感じで、自分なりにちょこちょこやって、それなりに場数は踏んだんですけど、ある一定以上からその先がいけなくてちょっと路頭に迷ってる時に、イギリス本国からサンプルデータっていうのが送られてきたんですよ。でそのサンプルデータを入れて回してみた時にだいぶ良くなったんで、そのサンプルデータで自分らなりに燃料とか添加とかいろんなところを適正化させて持ってきました。目標とすればこの車こそ本当にチェックランプがつきやすい車なんで、例えば筑波サーキット走った時は出ないのに鈴鹿サーキットを走ると出るとか、
なんか車がちょっと片輪浮いたりとかボディがフッと浮いたり、そういったことに対していろんな制御が入りやすい車だと思うんですよね。ですから走り抜くことができればっていうのがもう第一目標です。フェニックスパワーの GR スープラなんですけども、まあとにかくねこの車見た目がかっこいいです。車高が低くてこの BBS のホイール、すごくねこの赤いスープラに似合ってますし、見た目がまずいいですね。ただですねこのフェニックスのやっぱチューニングの仕方というか、この個性っていうのは味付けがね位置にドンドンとね下の立ち上がる一足二足の立ち上がりはすごくあるんですけど、345 6に入るまでがちょっとこうフラットになってて、でなぜか分かんないんですけど、このフェニックスだけは、最後のね7速8速でまた加速していくという、なんかこう昔ながらとかそのターボチューニングのなんだろうこう王道みたいな中でそんな乗り味があって、90のスープラなんだけど昔のこう80スープラに乗ってるような乗り味も味わえて、なんか非常にこう心地よいというか、この速さをすごく感じました。で足はちょっと車高下げすぎてるのもあってちょっとバンプタッチがきついなって感じがあって、バンクの中はちょっときついんですけども、まだまだやっぱりこの道というかこのスープラの、この ECU の、奥深さっていうのがあって、まだこう分からないことはたくさんあるんで、これからまだまだ、280超えてから290、300までの、間に何が起こるのかなっていうちょっとこう手探りなところがあるんで、楽しみがある中にちょっと怖さもあります。そんな意味でも、まずこの状態でも300キロは見えてきてはいるんですけど、なかなかそう簡単には超えさせてくれないのかなって感じました。この車は最高速もっと出るはずだと、だけど踏めないということで、足回りが加速するとすぐ底付きすると、それとこの抵抗のあると思ってリアウイングを外したんですけど、それでリアがバンプはしちゃうし、なんて言うんでしょうね、浮いちゃうしで安定してなかったのが原因で踏み切れなかったと、それがあって284キロぐらいで終わってしまったんですけど、まずデータがしっかり取れたんで僕的にはほぼほぼ満足はしてます。悔しい思いはありますけど、たらればばっかり言ってもねいつものことなんで、次持ってくるんやったらもう足回りしっかりやり直して、もっとちっちゃめのリアウイングにして、空力のバランスをしっかり整えてもう一回チャレンジしてみたいですね。エンジンパワー的には問題ないっておっしゃってくれたんで、まだまだ上が伸びそうなんで、一回300キロをちょっと次は狙ってみたいなと思います。
GR スープラの3台を、ゼロ戦と最高速というのをね今回、まずは各ショップの、小手調べというかね、各ショップのなんか個性の違いみたいのを味見したんですけども、やはりですねやっぱこの三者三様で本当にEC チューン、ロムチューンと足回りマフラーぐらいしか皆さんやってないんですけども、かなり個性の差があるなって感じました。でまず、何が一番違うかっていうと、その1速スタートから、6速7速まで入るまで、基本的にはそのオートマモードを使ってスタートしてるんですけども、このブーストのかけ方だとか、あとその高いギアになってからの、高回転でのこの車の車速の伸びですね、その辺に結構個性の差がありました。それ以外は基本的にはもう、まだ出来たてほやほやのスープラなんでそんな大きな差はないんですけども、足回りの味付け、あとはマフラーのサウンドチューニングですよね。それによって結構、イメージが変わってしまうんで、そこの差がすごくあったのかなと思います。これね、メーター表示がですね263まで表記されなくてですね、GPS のメーターを見るとそこから先ちょっと加速したんですけども、メーターがやっぱり263で止まってしまうんでちょっと躊躇してしまって、単純に263のリミッターがあってそこからそれ以上を表示しなかったのかな。これも多分今日来るまで皆さん分かんなかったことみたいで初めての発見なんですけどね。なんかねバンクの中でやばかった。ちょっとなんでブレーキ回るみたいな感じでリアが踊り始めちゃったからやめた。でもう一回ストレート行って280付近になるとやっぱりリアがもうなんか、ちょっとやばかった今。なんか制御が働くねこれ。バンク全開で入ってったらなんかやっぱもうそれでやめとく。なんか起きてるわ。バンクの中でやっぱりその G がかかったり、風の影響もあると思うんですけども、ウイングがあるなしもあってちょっと車が浮いてしまったりバンプを拾った時になんかどうも制御が入るみたいでちょっと怖い思いもするんですけども、そういった意味で今ちょっとデータローニング皆さんしてってもらったんで次回なんかまた分かるんじゃないかなと思います。